本日は剣道時代にきつかった練習ランキングということでですね、はじめいやーめバチンケツバットとかコテ面倒でダンダン、まあめちゃくちゃきつかったですね。どうも三上変大地です。本日は、剣道時代にきつかった練習ランキングということでですね、3つほど紹介させていただきます。私剣道中学校高校大学2年生までやって、その中でちょっと全国的な大会で入賞したりとかしたことがあるんですけど、そんな私がですね、高校大学と強豪校でやった経験の中でこれはきつかったなっていう練習を3つ紹介させてもらいたいなと思ってこの動画回しております。まず第3位なんですけれども、切り返しですね。切り返し、まあ普段の練習の切り返しっていうのはアップがてらにやるものっていう風に思いがちなんですけど、合宿の時とかに体育館一つ借りてそこで切り返し5往復とか6往復とかやりだしたらもう超地獄なんで、この切り返しは相当きつかったですね。切り返し何往復はじめいやーどういったものなんですか、切り返し。面を連打すするんですよ。左右こういうやつ、左右切り返す、あれを切り返しっていうんですか。そうですね、あれがねきつかった。まあ今考えてみればその大した練習じゃないんですけど、何往復するんですか。まあ、バスケットコート2個分ぐらいかなを6往復ぐらい。へえ、結構な距離じゃないですかそれは。それが3位ですね。ちなみにそれは、いつの時の。それは高校も大学も通して合宿ってなったら結構やりますね。まあでも大学の時の合宿はやってないかな。大学1年は合宿出れてないし、大学2年の合宿もそんなきつくなかったから、まあ高校ですね。高校時代。それは剣道の練習でいうとこの基礎練習みたいな。基礎練習ですね。ボクシングの縄跳びみたいな感じですかね。なるほど。2位ですね。2位は追い込みですね。追い込み、小手面倒の追い込みがきつかったかな。それもまあ体育館何往復もやるみたいな。体育館でやる合宿の練習は大体きついってことですね。じゃあさっきのその切り返しと攻撃が違うってだけですか。追い込みの方が足早く動かさないといけないんで、そっちの方がきついです。そうなんです。小手面倒でダンダン全部踏み込まないといけない。このリズムが速いんで、追い込みの方が足も疲れるし、追い込みがきつかったですね。それもやっぱりずっと中学から大学までやるような基礎練なんです。いやっていうかもうやってる子はもうなんか幼稚園とかからやってんじゃないですか。だからみんな剣道嫌になっちゃう人が多いですよね。なるほど。そういうきつい練習めっちゃやってるから、私は嫌になってやめたわけじゃないですけど、嫌になってやめる人は多いと思います。高校で燃え尽きちゃう人とかも多いしね。で第1位はかかり稽古ですね。かかり稽古は、先輩が元に立ってその先輩が出した部位を打っていくっていう練習なんですけど、格闘技でいうミット打ちみたいなもんなんですけど、ミット打ちと違ってやっぱ先輩にボコられるんで、バチンケツバットとか竹刀落とされたりとか体当たりバン吹っ飛ばされたりとか、なんかそんな感じでしたね。あとメーンって言ったとこ突きでバッてこうグッてやられたりとか、寮でやらかしたりとかしたらハメって言って先輩にかかり稽古5分10分とかやる人15分とかやってる人もいたな。まあめちゃくちゃきつかったですね。それは先輩は変わるんですか。変わらない。ずっと先輩がもうこうやってへいていなしてとか、面打ったのいなされて行ったと思ったら突きドーン来てみたいな、こてめーって体当たりドーン行って、体当たりだったら俺の方が体力強かったんでバーンって吹っ飛ばしてできたんですけど、みんなそれ分かってるから体当たりさせてくんない。ターンターンって言ったらもう全部いなされるのが一番きつかったですね。いなされてケツバッとバーンみたいな。だから
普通の竹刀だったらいいんですよ。袴の風圧で竹刀の痛み軽減されて痛いふりして OK なんですけど、意地悪な人は塚の部分でこうやって打ってきたんで、塚の唾がこうバーンって当たってめっちゃ痛かったですね。あと背中バットもあったな。背中はもう逃げられないからきつかったですね。それも唾で。いやさすがに背中は唾で来なかったですけど、まあでもやっぱ冗談だったから脇つかれたりとかね、かかり稽古中脇でブスって刺されたりとか、あとここ打ってきたりとかね。俺が打ってんのに打ってくるんですよ。打つ練習なのに打ってくるのバンマジでああなんかならみたいなすんませんってねやる感じでしたね。熱き青春の思い出っていう。もう剣道打ちじゃなくて野球打ちで打ってくるってこと？そうフルスイングで打ってきたりとか。まあでも私たちの時代はだいぶもう優しかったですから、それでも優しかったですよ。多分昔の人の方がもっとやばかったですよ。夏場に暖房つけてかかり稽古30分やったりとかしてましたからね。玉龍旗っていう高校のまあオープン戦勝ち抜き戦のトーナメントがあって、それがなんか福岡で開催されるんで、暑さでやられちゃうから北海道で暑さに慣れとけって言って暖房ジェットヒーターを夏場に入れてやってたりとかでなんか聞きましたけどね。その当時水飲めない。そう水なんか飲めないですよ。ヘンリーさんの時代は水はまあ3時間の中で1回給水するって感じでしたね。だから今考えたら脱水ですよね。普通に脱水ですね。ありえないですよね。格闘技だったら3分ミット打ちしたら水飲みますからね。だからまあ科学的にちょっとありえないことやってたんですけど。そうですね、すごいですね。夏場に窓閉め切るみたいなことはやってましたけどね。やっぱ玉龍旗行くって福岡の方行くってなって、っていうぐらいやってました。さすがに暖房やってなかったですけどね。それが良かったのかどうかは結局運でしかないんでね。それがダメで潰れちゃって本当に才能がある子が潰れちゃうみたいなケースはいくらでもあっただろうし、逆にそれに抗って精神的に成長できた私みたいな人もいれば、それがゆえにダメになっちゃって、もう剣道一緒やりたくないとかなっちゃう人もいるし、そうですね。でもそういうリスクがあるのであればやらないのがベストなのかなとも思いますけどね。そういう仕事はリスクがある以上、じゃああとはもう才能がある人だけが勝てる世界になっちゃいますから。でもみんなそれを望んでるのかな、分かんないけど。仕事はなかったら強くなれなかったの。剣道見つかりました、いいよ休んでなとかって言われてたらね、多分強くなってない。じゃあヘンリーさんにとってはまあ良かったと言える。俺にとっては良かった。今日他の人に強要したくないし、だから教育者とか指導者にはなりたくないんですよね。なんか責任持ちたくないです。だから人それぞれだから、俺はこうだったけどお前はお前で見つけろっていうスタンスですね、私は。以上、三上変大臣がきついと思った練習、ランキングということでですね、3つ紹介させていただきました。本日もどうもありがとうございました。またね。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。剣道に必要なもの3つ教えてもらっていいですか？防具しない道着ですね。当たり前。